私また新刊のちょっとお話を聞きまして、はい。毎日新聞出版さんからはい。出られるということで、タイトルが心と心をつなぐ言葉という、はい。見開きをちょっと拝見しますと、え例えば夫婦間でええ心が通じ合わない、えはい。通い合わない、うん。生理的に苦手な人がいます。うん。社会で生きる上で避けて通れない人間関係の悩みに、ヨガの奥義を極めたヒマラヤ大聖者がとことん寄り添い一緒に考えた普段使いの人生哲学ですとあります。どういった思いで執筆されたのかなっていうと、まあみんなにね、愛が届くようにということでね、あるがままの自分をね、受け入れて、やはり一生懸命生きてきたのでね、心って何なのかっていうことがね、やっぱり自分がみんな正しいと思って、今まで自分を信じてね、いろいろやって切り抜けてきた価値観っていうのがあるわけですよね。だからその価値観にとらわれているから、でそれをフィルターとして相手を見ますからね、世の中を見ますから、だからそれはちょっと偏ってるんですよね。だから相手の立場に立つとかね、なかなか相手のことが考えられないっていうか、なんかやっぱり自分が体験すればわかるんですけれどね、相手のことはわからない。だから夫婦であってもね、やはりなんかそれぞれがね、自分の正しさを主張するとね、でいつの間にか口を聞かなくなってね、何十年も口を聞かないとか言われている夫婦もいたんですけれどね。で私が力者っていうんですけれども、私が修行をしてね、それで心と体を清めてね、そして私たちの体はね、心はね、いろいろなエネルギーが錯綜してるんですね。でいろいろ体験して、そして自分のキャラクターがあるんですけれどもね、それをリセットしてゼロにすることができるんですよ。平和な状態にね、いろいろ価値観をね、薄めてね、浄化して、そして超えていくと、源の存在っていうの、私たちの例えば心がね、すごく海に例えられるんですけれどもね、表面が波立っていて、で深いところはね、すごく平和なわけなんです。だからそういうところに入っていって、いろいろ表面のね、そういういろいろ心配の心とかイライラの心とかね、相手に要求する心とかね、責める心とか、自分を責める心とか、そういうものが静まってね、平和な状態に透明になってくると、その奥に何があるのかっていうね、でその私たちを生かしめているそういう本当の自分っていうのもあるんですけれどもね、そこにつながるようにね、修行、私はそれを涅槃、仏教的に言うと涅槃、その本当の自分になるっていう究極のサマディっていうのを成就したんですね。でそこからのパワーをね、みんなに祝福するのが私のヒマラヤの聖者の私のマスターにね言われて、みんなの意識を目覚めさせなさいっていうことで、そのことをやっているんですね。だからみんなを清めて、みんなの元々の素晴らしいクオリティの人になっていくような助けをしているんですね。で私その力者っていうのはその祝福を与えて、でマントラっていう聖なる波動を伝授するんですね。で彼女が本当に何時間かなんですけれども、伝授会に来てね、その秘宝をいただいて、でお家に帰ったんですよね。で旦那様ともう何年も口を聞いてらっしゃらないって。で自分は何もしなかったんだけれども、旦那様の方から声をかけてきて、でうまくいったって言うんですよ。で自分、もちろん彼には変わったんですけれども、だから旦那さんを変えようとしたわけじゃなくて、その深いレベルからね、旦那さんの心も溶けて、彼女の波動が変わったのでね、で同じ波動にリンクするっていうかね、旦那さんの優しさが目覚めてね、でなんか頑固にこだわってた心がパカッとね、かさぶたが取れるように取れて、で素直になって、そういうふうに人間関係っていうのはね、みんな自分で
英語でね、どうしても素直にしようと思っても、それなんか過去のことにこう引きずられてね。例えば奥さんの顔見たり、旦那さんの顔見たら、なんかまた、そういうことを思い出してね、なかなかこう、素直になれない。だからまあ、それを修行してやっていくんですけれどね。だからまあ、もしそういう修行法がなかったら、いろいろいいところ、旦那さんのいいところをね、思ってくださいって、悪いところだけ思うんじゃなくて、奥さんのいいところを思い出してくださいみたいな、このワーク的にね、感謝の言葉を述べてくださいとか、まあそういうような本を、まあ書いて、まあ一番手っ取り早いのは、夜型の祝福いただくとね、で瞑想やると一番いいんですよみたいな、そんなようなガイドにもなってるところもありますし、まあそれはいろいろなテーマがね、みんなやっぱりそれぞれの価値観に縛られている。で、それはもうずーっとこう磁石のようにも、かさぶたのように、鎧のようにくっついて離れないんですよ。だからそういうのが、例えばみんな病気になった時とかね、がんだなんて言うと、治す方法がないとか言うとね、なんか私のところに訪ねてきたり、元気なうちに来ていただきたいわけなんですけどね。だからそういうふうに、まあいろいろね、こうそうなるとこう自分を変えないと良くならないみたいなね。こう手立てもないなんて言うと。だから私たちはこう一体自分はどんなになってるのかっていうのがこう見えないんですよ。自分がどういう心であるかもわからないし、否定的であるのかもわからないし、自分を責めてるのかなとか、だから相手にいじめられるとかね、相手は見えるんだけど、自分はどういうエネルギーを出してるのかって、人は変えられないわけなんですよ。で、人を変えるのにものすごい時間かかるし、ね。だから、本当に皆さんがね、ご自分を見つめて気づいてね、そうやって私たちはこう、すごくね、成長するために、生まれてきたんですけれどね、こう世の中の成長っていうのがね、こうやたらこう知識を集めたりね、すごくお金持ちになったら、こう、すごく幸せになれるのかとかね、すごく能力を高めたら幸せになれるのか。もちろん、ある程度はそれも合ってるんですけれども、死ぬ時はそういうものを持っていかれないんですよね。だから、私たちは何のために生まれてきたのかって、こう自分のクオリティをね、良くしていくっていうことなんですけれども、それはクオリティどうやったらいいのみたいな感じでね。だから本当の成長の仕方っていうのね、ヒマラヤの恩恵を、まあ、この本によってシェアしてますので、ぜひ読まれて、で、またぜひ、縁を作って瞑想を始めていただけたらなと思います。